どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は新型 iPad Air Pro ですね。安く買う方法ということでご紹介していきたいと思います。なんともう安くなっておりました。なんでやねんっていうね。まだ発売してそんなに間もないんですけども、値引きされてたんで、最大多分ね、どうだろうな、7000円、1万円弱ぐらいもしかしたらうまくやるとお得になるかもしれないんで、ぜひね、チェックしてみてください。ということで、見ていきましょうか。早速。はい。で、まずラインナップと価格をね、ざっくりですね、おさらいしたいと思います。今 iPad Pro と iPad Air ですね、こちらが、これ M4 チップと M2 チップで登場しております。11インチなんですけど、16万8800円で、iPad Air が9万8800円からになってます。で、13インチ新しいの出たんですけど、12万とかかな。で、こっちiPad Pro の方が21万ぐらいかな、確かね。結構高いので、iPad この第10世代ですかね、が今5万8800円に値下げされております。で、iPad mini に関しては8万4800円かな。値上げされてます。レッド6000円ぐらい。安く買えるんで、ここら辺も見ていきたいかなと思いますね。ここを念頭に置いたところで、まずですね、Amazon でなんかね、安くなってました。11インチの iPad Air ですね、新しい M2 のモデル。で、今回ですね、128GB になってるんで、ここら辺もいいところですよね。はい。で、96,804円。もうなぜか安くなっている。もう意味がわかんない。はい。で、パープルとかね、ただ、スペースグレーに関しては今までの値段かな。まだ落ちてないんですけど、他のモデルはなんか微妙に安いんですよね。で、256ギガとかもそうですね、2000円ぐらい安くなってるかな。なんでね、2400円か。多分全部のモデルね、これ安くなってますよ。あ、でもスペースグレー512ギガはなぜか安い。はい。モデルとね、この容量によるみたいなんですけど、基本的にはね、安いと思います。で、Wi-Fi セルラーも、これ多分安くなってるね。はい。安くなってるわ。12万4800円なんで、スペースグレーも安くなっております。エアはね、結構、どうだろうな。13インチはかなりね、変わったというか画面がね、大きくなったの初めて出たんで、で、Apple Pencil Pro が使えるようになってるので、ここが結構ポイントかなと思いますね。詳しくは動画でね、話してるんで、あともこの横向きのカメラとか、マジックキーボードは今までのやつが使えます。そんな感じかな。13インチ出てるっていうところなんですけど、で、あとは、そうですね。なんでこの13インチも、ブルーは安くなってないか。13インチに関しては、Amazon でも安くなってないです。ただ、ポイントがね、こちらもつきますので、そうだね、さっきのやつもそうだわ。なので、実質なんで3000円ぐらい安いのかな。モデルによるんです。2、3000円は絶対安くなります。お得になる。ポイントはつきますね、1% ね。多分他のものは、でも256とかは安いかもしれんな、これな。こんな値段じゃないだろう。14万4800円だ。なんで、3000円安いですね。もうなんで値下げされてんのこれ。よくわかんないんだけど。はい。値下げされておりますので、ぜひチェックしてみてください。4500円ぐらいお得になるのかな、256だとっていう感じではありますね。はい。で、なんですけど、iPad Pro のこれね、1個前かな。第4世代 M2 チップのモデルもあります。これは別に安いとかじゃないんですけど、今、Apple Store ではもうさっき見てもらった通り、扱われてないんですが、だいたい13インチとかと同じぐらいの価格で買えるので、意外とこのね、おすすめかなと思います。プロのね、画面とかは使えるので、基本的にはリフレッシュレートかなとか、ゲームとかスピーカーの体験とかすごいいいので、こちらも検討してもいいかなと思います。コスパ的にはやっぱこっちの方がいいかな。マジックキーボードは今まで通り、ペンシルはただ使えないかな。Apple Pencil Pro は使えないんですけど、第2世代かな。今まで通りのやつが使えるって感じ。基本的にはね、あんまり、大体一緒ですね、さっきのエアとね。で、ここの選ぶポイントみたいなところはね、この動画でどっちっていうやつでね、お話ししてますので、これ結構好評というか、難しいポイントみたいなところは見てもらえばと思います。はい。アクセサリー類とか、あとレビュー動画もね、上げてますので、はい。エアとプロね、新しいモデルも比較しております。はい。で、あとは、iPad Pro もね、安くなってます。早くねと思ったんだけど、で、16万あれいくらだったっけさっき。8800円なんですけど、定価が。なんでもう3500円ぐらい安くなってるね。どういうことなんでしょうか、これは。はい。で、1600ポイントつくので、5000円分ぐらいお得ですね。例えば256買うと。512GB とかもおそらくこれ安くなってると思うよ。これ。20万でしょ。ほら、20万4800、4000円ぐらい安いな。4000でポイントがつくので、だいたい6000ポイントぐらい
お得になります。で、1テラもあるね。1テラも安いのこれ。安いな。5000円ぐらい、いや、5000円 ?5500 円ぐらいね、なってます。めっちゃ薄いね。てかね、ペンシルより薄いです、これ。昨日ショート動画とかも上げてるんで見てほしいんですけど、1テラ、2テラとかも多分全部安いんじゃないかな、これな。2テラはさすがに安くないか。なんで、あとセルラーとかもね、これなんで通信できるモデルになりますけど、156はないのかな。シルバーだったらあるかな。256で、でもセルラーは安くなってないか。多分これモデルによると思うんで、チェックしてもらいたいんですけど、なんで安くなってますね、普通に。シルバーとかも。いや、なんでだよ、お前。おかしいだろ。タンデムオーレットっていうのが入ってるので、有機 EL になりました。めちゃくちゃ薄いです。で、M4 チップが入っております。すげえサクサク。で、Apple Pencil Pro を使えて、マジックキーボードに新しいの出たんですけど、使えます。ただカメラは1個になったかな、今回ね。下がライダースキャナーらしいですね。ここがね、なんかね、環境光センサーらしいです。今日見たんですけど、たまたま。で、光を感知するっていう感じかな。光の、明るいか暗いかを感知できるっていうところだと思います。13インチもあるかな、なんでね。13インチもね、安いですね、これね。Wi-Fi にすると、いや、そうだね、21万4380円なんで、ね、定価が、これ反映されてないぞ。確かですね。そう、定価が21万8800円なんで、4500円ぐらいかな。4500円ぐらい安くなっております。で、ポイントがつくので、だいたい6500円分ぐらいは普通にお得になりますね。1テラがないな、でもな。で、512GB は一緒だな、これ。スペースブラックも、安い。安くなってる。なんでこう安いな。6000円ぐらい ?5000 円か。5000円ぐらいだね。はい。5000円プラスポイントなんで、そうだね、7500円分ぐらい。これしかもさ、カードで買ったらやばいんじゃない？ちょっと映ってないかもしれないけど、支払い方法変えよう。ここは映ってない。大丈夫だ。なので、2497ポイントプラス、例えばAmazon プライムマスター持ってたら還元されるんですよ。5000ポイントぐらいくんで、これ結構えぐいな。1万円ぐらいお得になるんじゃないですか、これ。Amazon マスターカードあれば、これ結構えぐいな。これは素晴らしい。しかも明日来る。これやばいね、結構ね。はい。マスターカードぜひ、全然無料で作れますんで、Amazon 使う人はね、作った方がいいですよ。めっちゃたまるんで。はい。で、あとApple Pencil Pro とかもですね、なぜか Amazon で買うと安い。で、ポイントついてくる。でも900円ぐらいかな、安いの。1000円ぐらい普通にお得になります。同じもの買って。しかもね、配送早いし。なんだよね、これもう発売からすぐさ、Apple Pencil もお得に買えます。はい。で、ちなみにマジックキーボード新しいのも、2000円ぐらいですかね。49,800円かな。この11インチのモデルが確か。で、13インチのモデルもね、確か2000円ぐらい安くなってるので、概要欄に載せときますけど、ブラックが僕はおすすめです。やっぱりこの下の部分がですね、こっち側、ここの下は今までと同じシリコン素材なんですよね。こっち側、この裏側も。で、上側はアルミ素材になってるんですけど、結構汚れるんで正直。もう汚れてるんですよ、ちょっと。なので、ブラックがおすすめです。どっちかっていうと、汚れたくない人。好きな方を選んでもらっていいんですけど。はい。で、一応iPad Pro ね、関しては、Air も出そうと思ってるんですけど、明日ぐらい。はい。ここら辺、フィルムとかね、買って、ペーパーライクフィルムね、この着脱のやつめっちゃおすすめです。書きやすいし、取れるの結構いいですね。あとケースとかも、これ使ってみるといいです。ESR のやつもね、良かったですね。これオートスリーブね、対応してないかと思ったら、実はしてました。はい。してたので、はい。ピタカも今、送っていただいてるんで、もう少々お待ちください。はい。これ概要欄に入れておきますね。また、更新しておきます。あと、iPad とかに関しましては、64が、そうだね、588ポイントで、さっきの Amazon マスターとかね、あれば安くなると思いますね。ポイント還元が受けれると思うんで、イエローが、ちょっと安いかな。そんぐらい。全然いいけどね。この10世代で。そう、ペンシルね。USB-C のやつは使えるかな。ぶっちゃけこれで十分だけど、このマジキーボードね、結構高いんで、別で買うのがおすすめです。はい。で、見た iPad mini とかも値上げ前の価格でまだあります。で、256GB とかも安くなってるんですよね。8000円ぐらい、8000円安いのかな。値上げ前の価格になってるので、Amazon で買うのが今いいのかなと思いますけどね。カラーによって微妙に違ったりはするんですけど、
Apple Care いくらぐらいなの？まだちょっと高いかな、Apple Care。でも1万ぐらいか。そんなもんなんだ。意外とありかもしれない。はい。ミニはね、そんな変わんないと思うんで、もうそろそろ出るかもしれないですけど、で、この旧世代ね、に関しても、64ギガではあるんですけども、とりあえず安くで使いたいんであれば全然いいと思いますよ。性能的には十分ですし、タッチ ID ではあるんだけど、まず初心者にはすごいおすすめなのかなと思います。第一世代だけど、ペンシル。そんな事務作業ぐらいだったら全然これで、ね、キーボードも、これ使えるしね、スマートキーボードも。はい。はい。で、あとiPad Air のね、これ1個前かな。第5世代が64だけど、7万5千円ね、ぐらいだったらありかなっていう気はする。好きなカラーあればとかなんですけど、割とありかな。8万円とかだったら、って感じなんだけど、まだ1個前で、そんなに変わんないしね、正直。いいかなと思いますね。割と7万5千円、これ結構多分一番最安値にはなってたので、ありかなと思いました、僕。あとはですね、この楽天リーベイツっていうところを経由すると、安くなります。旅行とかね、アップル以外も全然使えるので、オイシックスとかね、最近僕撮ってるんですけど、めっちゃおすすめです、正直。健康になりました。はい。で、このアップルの、今ね、最大 6% 還元してんのかな。これ24までですけど、iPhone SE が 6% かな。今 iPhone が 4% 還元してますね。iPhone15 だったらいける。ただ、最新モデルはね、残念ながら対応外になってます。今飛ばされちゃったけど。はい。こんな感じで、Apple のサイトで飛ぶので、普通に、買うだけなんですけど、今なので、1% 還元にはなるのか。でもあれか。対象外なんで iPad は。なんですけど、これでもキーボードとかは書いてないから多分対象になるんだろうね。ペンシルとかキーボード。もし Apple Store で買いたいんだったらこれ使うといいと思います。これのね、実は裏技があって、なんで、そうだ。だから対象外、ここに書いてなかったら全部対象になるんで、iPad、さっきの10世代とか、iPad mini とかは対象になります。もし Apple Store で買いたかったらですけど。で、1個実はね、これ裏技がありまして、ビッグカメラあるんですよ。ビッグカメラがあって、で、このビッグカメラ 1% 還元で、初回、これ確か500ポイント、紹介リンク入れとくので、僕のリンクから入ってもらうと、つきます。で、これストア概要欄貼っとくんで、消費税とか送料はつかないんだけど、これで入ってもらってですね、普通に検索したんで M4iPad Pro とかかな。で、検索するとあるんですよ。あるので、しかもすぐ届きそう。256ギガ例えば行くとして、そしたら1% 還元受けれるので、これと同じ分かな。なんで、あと、もちろんビッグカメラのポイントももらえるので、実質300円ぐらいはもらえるかなと思います。512とか。1テラはあんま在庫なさそうなので、あれかな。ナノテクスチャーとか。ここら辺はアップルにした方がいいかもしれないですね。もし欲しかったら。それか、さっきの、Amazon とかね、でもいいかなと思います。基本的にやっぱりこの、さっきの Amazon がもう値引きされてるんで、普通に。がおすすめな気がする。ですね。はい。で、整備済み品とかもね、おすすめではありますね。なんか iPad mini 増えたな。64ギガが6万6千であるね。これなんで、ですね、Apple が運営してる在庫切れになってる中古サイトじゃないんですけど、Apple の直営の整備済み品ストアになります。Apple、なんで普通に買う同等の保証とかですね、整備済み品っていうのは中古というよりは、どっちかというと展示とかね、お店で展示してた商品とか、そういったものをきれいにして、Apple のこの品質に沿う形で出荷してくれるんで、すごい保証もね、1年間ちゃんとついてるんですごいいいですよ。パープルとかあるね。iPad mini 6とか。在庫切れ早いな。ただ結構ね、すぐなくなったりとか、タイミングによってかなり変わるんですよね。はい。なんで iPad のまだね、なんで第3世代とか、第5世代の 12.9 インチあるかな。M1 かなこれなんで第5世代なんで。M1 チップ、2021年モデルなんで M1 チップのモデルですね。2つ前かだから。まだね、M2 のモデル出てないんで、もう少ししたら、多分3ヶ月後ぐらいしたらね、大体出てくるんで、それまで待つかっていうか、正直 M1 でも全然ね、12万ぐらいでありますから、12.9 インチが。M1 であれば全然いいかなと思いますけど、4ラインとかね、すごい128だし、コスパすごいいいんじゃないかなと思うんで、ぜひチェックしてみてください。で、一応 iPad Pro に関してはですね、M4 かな。新しいモデル全部ね、キーボードとかも全部レビューしてますので、ぜひチェックしてもらえばなと思います。今日も上げるかわかんないけど、ショートとかもね、今上げていってるので、サクッと見たい人は見てもらえばなと思います。おすすめのね、ケースとかフィルムとかも、また今実物結構今届いてるので、動画にしますので、ぜひね、チャンネル登録してお待ちください。iPad Pro Air のね、さっきの選び方とかもですね、あります。こっちは新型のモデルで、この旧の iPad ね、1個前の iPad Pro と Air どっちがいいんだいみたいなところでございます。
はい。まあ、あと還元とか来たらこう、なんだろうな、動画上げてますので、ぜひチェックしてみてください。アルトウェアとかもおすすめ。ソニーさんのやつ。はい。まあ、また、レビューも上げていきますので、コミュニティ欄でね、こういったものも上げてるので、ぜひチェックしてみてください。これ昨日ね、カラー展開いっぱい出たんで、アンカーのやつ。これ僕も持ってるんですけど、おすすめです。はい。あと、ショート動画とかね。はい。これ結構伸びてるんでね、見てほしいんで、ぜひね、はい、チェックしてみて。これもね、結構良かったな。で、チェックしてみてください。なんで、この動画少しでも良かったなと思ったらぜひ、少しでも良かったなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。3万人まで頑張りたいということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。いや iPad ね、まあでもいいですよ。早くない割引すんの。そうだ。で、あとまたそうだね、楽天でApple ギフトカード買ってっていうのもありますかね。楽天ポイントがつくので、もう結構ね、楽天ポイントめちゃくちゃ今溜まってるんで、はい、おすすめです。楽天ペイにして、そのままコンビニとかで使えるんで、Mac とかでも、最近そうね、スタバとかも対応してますね。はい。おすすめです。ポイ活も。ポイ活というか、ついでにね、どうせ結構高いもん買うからさ、お得に買いたいよね。結構バカになんないから、意外と。